頑張ってる人ほどなぜか評価されないという現象があります。会議で私がやりましたを一番先に言った人がなぜか一番信用されない。持った経歴ほどうっすら見透かされている。アピールが上手な人より黙って手を動かしている人のところになぜか仕事が集まっていく。で、これを周りはちゃんと見ているんですが、アピールしている本人だけが気づいていない。今日はこの見せるほど損するの正体です。自分を削ってまで与え続ける男がなぜか最強で居続ける話から見ていきます。アンパンマンという国民的なヒーローがいます。説明はいらないと思いますが、彼の戦い方を改めて考えると結構異常なんです。彼は自分の顔をちぎってお腹を空かせた相手に食べさせる。ここで大事なのは、あの顔はただの食べ物ではないということです。顔は彼の力そのものなんです。だから濡れたりかけたりすると途端に力が出なくなる、元気が出ない、飛べなくなる。つまり彼は自分のパワーの源をちぎって人に渡しているんです。普通ヒーローは強さを見せつけるものです。でも彼は逆で、与えるたびに弱くなる。腹を空かせた相手を見つけるたびに自分から進んで力を削っていく。子供向けのアニメの主人公が毎回自分をかけさせながら戦っている。これよく考えるとすごいことなんです。ただ彼は減ったままでは終わりません。ジャムおじさんは新しい顔を焼いてすげ替える。するとまた満タンに戻る。減って戻る。減って戻る。彼の強さは溜め込んだ量ではなくて、この減っては戻るという回転そのものなんです。ところであの世界にはもう一人全く逆の生き方をしている男がいます。バイキンマンです。彼のやることはいつも同じです。奪う。食べ物を奪い、街を荒らし、メカで何かを横取りしようとする。しかも彼、頭は悪くないんです。毎回新しいメカを作る。発明の才能がある。本気を出せば街を一度くらい乗っ取れそうな力もある。それでも結末はいつも売買金です。奪いに来て奪い損ねて吹き飛んでいく。ここでちょっと立ち止まってほしいんです。このアニメ、放送が始まってからもう何十年も続いています。その何十年の間、バイキンマンは一度でも何かを手元に残せたでしょうか。基地は何度も壊れる。奪ったものは取り返される。仲間も増えない。ずっと奪い続けてきたのに、何十年経っても手元には何も積み上がっていない。一方、与え続けてきたアンパンマンは今もあの街の中心にいる。分かれ目は溜まっていくものの中身です。アンパンマンが与えるたびに彼の顔のパンは減ります。でも減らないものが一つだけ増えていく。助けられた人の信用です。だから街の人は彼が来ると安心する。次も来てくれると信じている。バイキンマンが奪うたびにその場のものは確かに彼の手に入ります。でも同時に減らせないものが一つ減っていく。同じ信用です。だから誰も彼に味方しない。奪うほど手伝ってくれる人がいなくなる。次はもっと一人で奪うしかなくなる。与えるものは目に見えるものを減らして目に見えないものを貯めていく。奪うものは目に見えるものを増やして目に見えないものをすり減らしていく。実はこの溜まっていく向きの違いが最強と万年負けを分けていたんです。ここで3000年前の本の話をさせてください。適教という本があります。人間に起きる変化のパターンは64個順番に並べて記録されている古代中国の意思決定の参考書のようなものです。その64個には一つ一つに6本の線で運勢が書き込まれています。線のことを項と言います。大抵の毛は6本のうち良い線もあれば悪い線もある。上がる時もあれば危ない時もあるというふうに良し悪しが混ざっているんです。ところが64個の中にたった一つだけ6本の線が全部基地になっている毛があるんです。どこから読んでも悪い芽が出ない。3000年分人間の浮き沈みを記録した本の中でここだけが外れなし。その毛の名前が剣です。剣というのはへりくだるの剣です。正式には地山剣。絵にするとこれがまた妙なんです。地面の下に山が丸ごと埋まっている。山というのはその人の実力です。本来なら一番高くそびえているはずのものは地面の下にしまってある。なぜこれだけが全部基地なのか、理由も書いてあります。天の道は満ちたものをかけさせてへりくだるものに足してやる。満ちたものはかけ、剣はますます益される。つ
つまり実力を地面の下にしまって見せびらかさないものだけが削られずに済む3000年前の観測結果です。アンパンマンがまさにこれなんです。あれだけの力を持っていて一度も強さを誇りません。名乗って顔を渡して飛び去る。山を地面の下にしまったまま戦っている。だから何十年経っても削られない。減っても必ず戻る。この目で今の世の中を見るとゾッとします。やっていることの多くがバイキンマン側なんです。実績を盛る。私がやりましたを先に言う。山をこれでもかと地面の上に積み上げて見てくれと差し出す。見せるための努力というやつです。見せるための努力は本人は与えているつもりでも構造としては奪う側なんです。見て、認めて、評価して相手の注目をこっちに奪い取ろうとしている。SNS のアピール合戦は全員でバイキンマンごっこをしているようなものです。盛れば盛るほど減っていく。3000年前が言った通り満ちたものからかけていくんです。アンパンマンが何十年も最強でいられるのは力が強いからではありません。山を地面の下にしまっているからです。顔を差し出すたびに目に見えないものが静かに積み上がっていく。見せた山はかける。しまった山は食える。だから本当に強い人ほど自分の実力を地面の下にしまっています。減ることを怖がらない人のところに一番減らないものが溜まっていくんです。